年1000点アート巡りするチャンネルです。昨年あなたの心を揺さぶったアートはどんなものでしたか？今回の動画は2024年に私の心を揺さぶった現代アート12選です。あくまで私の視点です。大人気なものが多くなってしまいましたが、その他意外なものもあったり、他とは違うユニークな選出になっているかもです。順位はつけられないので順不動。たくさんの現代アートを楽しみたい方、大量のアートを浴びるように見てクリエイティブな視点を得たい方はぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。12月に見たばかりなんですが、これは外せないかなと。坂本龍一さんの音を見る、時を聞くです。坂本龍一さんはこれまでも様々なアーティストと共同して音楽だけじゃなくって、展示空間に立体的に音を設置するような試みを実践されてますね。私もこれまで彼の音楽はもちろんですが、様々な展覧会を追いかけてきてます。例えば京都でアンビエント京都、あと東京アーティゾン美術館で、ダムタイプのリマップっていうものとか、あとは東京 ICC でもありました坂本龍一トリビュート展、いろいろ見てきたんですが、今回のこれ過去最大規模でした。2時間鑑賞してもまだ彼の音と時間に浸っていたかった、そんな展覧会です。環境問題に関心の強かった坂本龍一さんは、水が重要な要素となる作品が多かったみたいです。例えばダムタイプ、高谷史郎さんとのコラボの作品が多かったんですけど、例えばこちら、暗闇が坂本龍一さんのサウンドと水と光に包まれるような美しい空間でした。他にもこちらは暗く広い空間に四角い池のような部分、そこにだけ雨が降っています。そこには鑑賞者が映っていて、私は何か自然と人が混じり合うような、そんな風に感じられました。あなたはこの作品どう感じますか？そして水といえばこちらの作品も中谷藤子さんとのコラボで、彼女の有名な霧の彫刻、本当に 1,2 メートル先が見えなくなるような霧の中に包まれて、そこをさまよっていると、なんだか先の見えないプロジェクト、あるいは人生、それを歩んでいるような、先を切り開いてきた、いつもチャレンジをされていた坂本龍一さんを感じられるような、そんな空間でした。他にも東日本大震災で被害のあったピアノ、これは静かに心を揺さぶられたし、あとは京都のアンビエント京都で体験したこちらの作品は、もう本当に静かに座ってぼーっと眺めていたい。私が行った時には人が多くてそれができなかったので、もう一度行きたくなるような、そんな作品です。そしてもう終わりかなっていう時に、こちら、なんと坂本龍一さんがピアノを弾いている。これはもう本当に圧倒されて、ずっとそこで演奏を聴いていたいような、ずっと見ていたいような、そんな作品でした。2025年3月30日まで開催中です。こちらも動画公開時
まだ開催中の展覧会。じっくりすべて鑑賞して一旦エスカレーター降りたのに、まだ足りないと名残惜しくってまたすぐ上がって戻った、そんな展覧会です。国際的なアートシーンで注目を集める毛利優子さんとアーティゾン美術館のコレクションのコラボです。入り口には彼女の代名詞と私が感じる生のフルーツを使った作品。刺された電極が読み取る水分量のデータによって音や光を奏でています。これまでも見たことあるんですが、ギャラリーなどで見た時と違ってオルガンの音が教会のような厳かな雰囲気を作っていて、この展覧会の導入としてとても素敵でした。この作品のそばにはジョルジュ・ブラックが描いた梨と桃、この作品が鎮座していました。電球と電線、そしてコレクションの作品がある通路を抜けると視界がさっと開ける開放感、たくさんの作品が、そして鑑賞者が動いているのが見えます。特に素敵だったのはこちら、モネの雨のベリールの脇には毛利さんが実際にフランスベリールで撮影した海の映像、その音がミディ信号に変換されてピアノを奏でていました。自然の音を音階に当てはめるっていうのは無理があるし、当然ここで奏でられる音っていうのは音階もめちゃくちゃで美しいメロディーと言えるものではないです。けど不思議としばらくそこから私の重心が動かない、そんな感じでした。鬼火という作品も暗闇で座ってじっくり味わいたい作品です。他にもマルセル・デュシャンとのコラボだったり、ほとんど仕切りのない開放感ある空間で絶えず動きだったり静かな音だったりが聞こえる、とても素敵な展覧会でした。はい、3つ目。2024年に私の心を揺さぶったアート。こちらも年末に見たもので、2025年1月26日まで開催中の展覧会。多くの来場者はロートレック目的かもしれませんが、私にとってはロートレックは失礼ながら前菜。私はソフィー・カルが大好きで、彼女の作品を楽しみに行きました。コロナ禍でソフィー・カルの来日が見送りになってしまい、4年越しに実現した本展。美術館へ彼女から不在というテーマを提案したそうです。その真逆である存在という視点でロートレックの作品群が並んだ。その先に不在がテーマのソフィー・カルの作品群がつながる、とてもユニークな展覧会です。ソフィー・カルは本当に私の大好きなアーティストのベスト5に入りそうです。他者へのインタビューを通して写真と文字を組み合わせた詩的な作品を数多く発表してますね。2015年に豊田市美術館で見た展覧会は、生まれつき目の見えない人々に美とは何かを問いかける盲目の人々だったり、人生の途中で視力を失った人々にインタビューした最後に見たものという作品だったり、もうとにかく衝撃の連続でした。そんなの目の見えない人に聞いちゃいけないんじゃないかって思ってしまうような、けど
好奇心は湧くテーマで、私が現代アートに大きくハマっていくきっかけの一つにもなりました。本展で展示されている作品の中では、例えば「あなたには何が見えますか?」というこちらの作品、空の額縁に何が見えるかと美術館の学芸員や警備員、来館者に問いかけた、そんな作品です。1990年にボストンの美術館からレンブラントやフェルメールらの作品が盗まれたらしいです。で、その後額縁だけが作品のそのあった場所に置かれて、絵画の不在というのが展示されているような状態になっていたと。それで彼は何が見えるかと問いかけたわけです。他にも海を見るという作品は、トルコのイスタンブールで生まれて初めて海を見る14人、その瞬間を捉えた映像作品。イスタンブールというと海がすぐそばにあるんですけれど、それにもかかわらず海を見たことがない人たち、それはつまり内陸部に住み続けている貧困層です。ソフィー・カルが長年追求してきた視覚や認識に関する作品の一つで、これっていう感じでした。どの展覧会にも言えることですけど、これもこの場に行かないと、この場を体験しないとわかんないんだろうな。監禁されたピカソなんて作品もあります。作品保護のため紙にくるまれたピカソの絵画の写真です。作品は不在ではなくそこにあるんだけど覆い隠されていると。しかもこれパリピカソ美術館で彼が手がけた作品シリーズ。中身の作品はタイトルは見えるので、そこから鑑賞者がいろいろ想像してしまいますね。他にもなぜならのシリーズは、布になぜならで始まるテキスト、なぜその写真が撮られたのかっていうことが綴られていて、その布をめくるとそこに写真があると。この作品もとても面白いですし、不在といえば彼女の両親が亡くなったことに関連した作品なんかもありました。彼女の作品はいつも胸をギュッと締め付けられるような作品だったり、とても心を揺さぶられる、心だけじゃなくて認識だったり知覚を揺さぶられるような、そんな作品を体験できるとても重要な機会だと思います。正直全ての作品の意味、作家の意図が分かったわけでは全くなくて、ただ全ての現代アートに言えますけど、特にこのソフィー・カルの作品っていうのはポエム、詩みたいなもので、意味わかんないけどなんかいい、なんかモヤモヤみたいなのってありますよね。論文みたいに情報を正確に伝えるんじゃなく、鑑賞者が自由に感じるものというか、自分なりに感じてみる、それを表現してみる、自分の視点を持ってみるっていうのはアート鑑賞以外にもとても重要なことかなと思ってます。心を揺さぶったアート4つ目は、トラウマの結晶のような展覧会でした。六本木ヒルズに常設の巨大な雲がいるんですけれど、その作者であるルイーズ・ブルジョワの大規模展ですね。地獄を見てきた彼女の魂の叫び、私を見捨てないで、攻撃しないと生きてる気がしない、芸術は正気を保証する、生まれるとは追い出されること、見放されること、そこから憤りが生じる、などなど強烈な言葉と作品が並んでます。それを見る私は、こういう作品を見ていないと生きている気がしない、そんな感じが
しました。内から湧き上がる衝動の結晶、人に強く訴えかけるものがあるこのような作品たちは、何か私の胸ぐらを掴んで揺さぶってきたかのような、そんな強烈なインパクトがありました。こんな展覧会見たら病むんじゃないかという声も聞こえてきそうですが、むしろ逆で、これはケア、治癒的な表現な気がしました。私の大好きな映画監督でアーティストのアレハンドロ・ホドロフスキーを思い出します。彼は自分の子供の頃のトラウマ、それを映画で表現して自分を癒していました。そしてそれが鑑賞者をも癒すことになってます。映画リアリティのダンスとか、エンドレスポエトリーなどはもう本当に変態すぎて、天才すぎて、もう私はホドロフスキー教の信者みたいな感じです。逃げてもいいのに、彼らはあえて自分の苦しみに向き合ってます。成功したアーティストによる深い苦しみの自己開示が鑑賞者の我々の心と響き合う、そんな感じがします。ルイーズ・ブルジョワ展の最後の章が青空の修復であったことは、なんだか救いを感じました。別の動画で特にインパクトのあった作品ベスト7を紹介してますんで、そちらもぜひチェックしてみてください。続いてはこちら、愛をもって母校を批判するような展覧会。京都市立芸術大学ギャラリーのこけら落とし展。自身の母校が移転して最初の展覧会で、この久門さんはその母校の批判をするっていうことをしたんですね。でもそれはとても愛のあるものでした。この展覧会については2024年上半期のベストの動画でも語ったんで、ここでは短くまとめたいんですが、普通に考えて自分に仕事あるいはお金をくれる相手を批判するっていうのは簡単じゃないですよね。でもこの久門さんはアーティストとしてそうじゃないだろうってことをきちんと作品、個展全体で表現してました。母校の後輩たちにその背中を見せたっていうことがものすごくかっこいいなと思いました。特に感動したのがこの作品、白い紙の裏と表からただ光が当たってる、それだけの作品なんですが、この人影は私で、自分の影をよく見ると胸のあたりに小さい光が見えますね。実はこれ紙の向こう側から当たる小さく弱い光で、これ通常は見えません。なぜかというと、こちら側からもっと強い光が当たってるからです。でもその強い光を遮るようにそこに立つと影ができます。それで向こう側からの弱く小さな光が初めて見えるようになるわけです。つまり大きな声、あるいは大衆の声だけじゃなく、小さな声にも耳を向けようよ、小さな声にこそ何か価値があるんじゃないかっていうことを表現している、本当に素敵な作品です。もうなんというシンプルで美しい表現なんだろうと、とにかく感動しました。あまりに素晴らしかったんで、後日開催されたアーティストトークにも足を運びました。そこでの言葉を紹介しておきます。大人に疑いを持ち、自分たちの正解を見つけてほしい。斜に構えるって言葉が非常に好きで、僕はある種大学で斜に構え方を習った。僕の斜の角度ってほんの少ししか傾いてない。でもそのほんの少しに気づくってことが大事だし、僕はそれに救われてきた。この場所で学ぶ人たちには既成概念を覆し、用意されたステージや壁をなぎ倒してほしい。先人から学び、同時に疑え、自分の色に塗り替えていってほしい。大きい声が正しいとは限らない。小さい声に耳を傾ける。
大きい声に迎合せず、独り言でも確かな声として発信し続けるなどなど、本当にシンプルで美しい素敵な展覧会でした。他の動画でも紹介してますんで、ぜひ概要欄から見てみてください。さて6つ目、2024年に私の心を揺さぶったアート。棚網圭一さんのとんでもないエネルギーを感じるような展覧会。子供の頃の記憶、デザイナー時代の作品、そしてアーティスト転身後から最新作までを網羅した回顧展でした。彼の所属する南塚のギャラリーやプラダ青山店など、これまでさまざまな作品を私も見てきたんですが、そのエネルギー全てを集約したような強烈な内容でした。作家が経験した戦争や生と死のイメージ、その後出会ったアメリカの文化や古今東西の美術との出会い、それらが絵画、立体作品、アニメーション、コラージュ、インスタレーションなど様々に表現されていて、もう本当に圧巻でした。広い会場の後半第9章には、コロナ禍で棚網さんがルーティーンとしていたピカソの模写、およそ200点。模写といってもそれっぽいものからかなりオリジナルなものまでありました。彼ほどの人でも模写をするということや、本当にクリエイティブな人っていうのはやっぱりコロナ禍のようなネガティブな状況をもポジティブに変える、その発想の転換ができる人なんだなとか、改めてその生き様から学びや気づきを得た気分でした。ユニークでインパクトがあって面白かったです。一方こちらは上野にある国立西洋美術館。ここで初めての現代アート展ということで、そのチャレンジがまず素晴らしいなと思いました。内覧会では出展アーティストから美術館に対し抗議デモが起きて話題にもなってました。これに関して批判もあったんですが、私はアーティストというのは社会に問いを投げたり、人が言いにくいことを表現したりする人であってほしいなと思うんで、内容云々というよりはそういう表現、そういう活動っていうのは大事だなと思ってます。グループ展なんですが、正直全ての作品が私に刺さったかと言われると、そうではないんで、ここに選ぶかはちょっと迷ったんですが、でもやっぱりインパクト十分で、ここに入れないっていうのは違うなと思ったんで、やっぱり選出しました。で、特に印象的なのは上野のホームレスをテーマにした作品です。居場所がなくて上野公園に来た人たちが行政によって居場所を追われ、上野にホームレスっていうのはほぼいなくなってます。アーティストの弓指寛治さんは、日雇い労働者向けの簡易宿泊所が集まる山谷のエリアで1年ボランティアまでして聞き取りを重ねたそうです。美術館には住民たちの波乱万丈の物語が絵本のように綴られていました。彼らの写真を撮ることができないから絵にしたんだと思いますが、写真より伝わる、そんな感じがしたのはなぜだろうと不思議でした。住民とのこんなやりとりも印象的でした。普通に生きるのが難しい人たちがいて、でもそれぞれの事情があって、みんなに人権尊厳があるはずで、それを助ける人たちがいて、そこにコミュニケーションがあり、アートを制作する人までいたりして、なんか日本っていい国だなと思いつつ、一方でベーシックインカムの話だったり、 ZOZO 創業者の前澤友作さんがこの世からお金はなくなればいいみたいなことを言ってたことを思い出したりとか、他にも批評家の小田原のどかさんは、あの考える人を横倒しで展示してました。これは
この美術館の収蔵庫内に安置される彫刻の姿だとのことです。まあインパクト十分、貴重な機会に感じられました。なんか考えすぎて倒れた人みたいに感じられて面白かったりもしたんですが、そこには、地震被害のことだったりとか、他にも深い意味合いがありました。他にも2024年大活躍の梅津洋一さんのパープルームのインスタレーションもありました。2024年に大阪でも展覧会見たし、東京ワタリウムで梅津さんの展覧会見たし、でまたここ本当に梅津さん祭りじゃないけど梅津さんの展覧会何度も見る1年でした。彼は作品だけじゃなくってその活動自体がとてもユニークで、ルールだったりにこれおかしいんじゃないかと、ちょっと人が言いにくいようなことでも、それを表現して、私はそういう姿勢っていうのはとても素敵だなと思ってます。この展覧会についても、あるいは梅津さんの大阪での展覧会についても別の動画にしてますので、概要欄からそれもぜひチェックしてみてください。2024年に私の心を揺さぶったアート8つ目はこちら。美術館ほどは広くないギャラリーでの展覧会。アートの様々な見方だったり、そもそもアートってなんだっけみたいなことも感じられる、考えさせられる、とても面白い展覧会でした。無地の絵画の何が楽しいかって、これ絵画の下に文章がついてます。作家の秋吉さんは29枚の絵画を29人のキュレーターだったり美術批評家へ1作品ずつ振り分けて、作品タイトルの命名や解説の執筆を依頼しました。でもライターに与えられたのはその作品の確認とサイズ、素材、制作年だけです。アーティストの思いだったり意図は一切説明なし。つまり書き手がその作品を想像するしかなくて、とてもセンスが問われるなと。これはもう見に行く前から私とても楽しみにしてました。例えばこちらの作品の解説には、これは星座であると書かれていて、つまり星ですね。これはなんとなく想定内な感じはします。一方こちらの作品、マーブルチョコについて書かれていたり、この作品あなたにはどう見えますか？こちらを担当したライターさんはタイトルをクモの巣ナンバー3と名付けています。こちらの白っぽい作品では解説文の冒頭、こう書き始めています。絵画を鑑賞するとき、私は匂いを感じる。こちらの作品なんて、この秋吉さんの絵についてもうタイトルで、これは秋吉風斗の絵ではないなんてことを言っちゃっています。この作品の解説なんてもう何が書かれてるかよくわかんないし、こっちの作品の解説なんてもう文章ですらないです。どの解説もとてもユニークで、作品の見方だったり目の付けどころ、あるいはもうこじつけのようなもの、それっぽく見せるライティングのテクニックなんかもあったりして、とても面白くって、そういう視点でノートに記事を私もまとめたくらいです。概要欄にあるのでぜひ見てみてください。で、鑑賞してるとふと思うわけですよ。あれ、アートって何なんだと。本来絵画の方が作品で、解説はそれを補助する役割のはずなのに、私は解説ばかり読んで、その解説文の指しているのはどこかと絵画を見てました。これってどうなのと。けどこれって他の別の展覧会でも実はよくあることなんじゃないかなと。ついつい作品より解説ばっかり見てしまう。アート作品の見方っていうのは人それぞれ自由で、いろんな見方があっていいっていうことだったり、解説も面白いけど作品そのものをじっくり見ようよ
っていうような、そんなメッセージを勝手に受け取りました。2024年に私の心を揺さぶったアート9個目です。京都グラフィー2024ソース。毎年楽しみにしている京都の写真祭です。一つの展覧会とこういう芸術祭を並べるのはおかしい気もしますが、この京都グラフィーの一つの展覧会だけでもここに選出したと思うので、いくつか紹介します。で、特に印象的だったのは、まずこちら、子供たちの眠る場所。世界各国の子供部屋、あるいは子供の眠る部屋に彼らの趣味だけでなく、その境遇だったり貧富だったり、そうしたものが浮き彫りになってました。今日の子供たちに何が影響を及ぼしているのか、そしてそれが彼らが大人になった時にどんな風に影響するのか、そんなことが想像が広がって、とてもモヤモヤし、何とも言えない気持ちになる展覧会でした。一方こちらは種子は語る。これ二条城で開催されていました。種子、種ですね。それがこんなにも神秘的な存在とは。そういえば種をこんなにじっくり観察したことってなかったかもなと。あるいは種子をモチーフにしたアートっていうのは実は他にも見たことがある気がして、その作家の方たちはその種子の魅力に気づいてる方たちなんだなとか。で、これって写真展だったよなと。で、写真もありました。いろんな形で種子の魅力を感じられて、とてもユニークな展覧会でした。一方こちらはビビアン・サッセンの発光体という展覧会。これは京都新聞ビルの地下、印刷工場の跡地で開催をされていました。写真と一言に言っても本当にいろんな表現があるなと。この展覧会はおしゃれでユニークな写真、映像の数々。鮮烈な色彩や強いコントラスト、被写体のユニークなポージングなど、とても面白くって、この京都グラフィーの中でもこれが一番私好みで好きでした。それもそのはずで、この作家さんはファッションデザインと写真を学んだ後、ファッションフォトグラファーとして雑誌ボーグなどでの撮影だったり、ルイ・ヴィトンなど有名メゾンとのコラボもしてきた方です。京都グラフィーについては別の動画でも紹介してますし、俳優さんに偶然お会いするようなびっくりしたこともあったんで、ぜひそちらの動画も概要欄からチェックしてみてください。さあ10個目。こちらも芸術祭ではありますが、ほぼ横浜美術館だけで完結していたので、これも一つと考えていいでしょう。横浜トリエンナーレです。特に印象的だったのはまずこちら。AI とかロボットなど技術の発達によって仕事がなくなった人を表現しています。あなたはこれどう感じますか？とても心動かされたんで、別の動画で AI とこの作品について対話型鑑賞してみましたので、その動画もぜひ概要欄から見てみてください。一方でこちらの作品もとても印象的です。人形で遊ぶ女の子。しかしその人形は母親そっくりに作られたものです。娘がその人形に化粧をするなどして人形をめでる様子は、母子が逆転していて、と私は介護なんかを感じました。親子、あるいは生き物とそうでないもの、その境界が曖昧になるような、この作品についても AI とじっくり対話型鑑賞してみたので、そちらもぜひ見てみてください。
他にもこの横浜トリエンナーレは、テーマが重めではあったんですが、とても素晴らしくて心揺さぶられたんで、ぜひ、そちらの動画もチェックしてみてください。これ何だと思いますか？ジグソーパズルなんですよね。2024年に私の心を揺さぶったアート11個目はこちら。東京都現代美術館で開催された豊島靖子さんの展覧会、発声法。彼女の作品は私たちのものの見方や社会制度、ルールや仕組みみたいなものをちょっと歪ませるような、視点をずらして見せてくれるような、そんな作品が多くてとても面白かったです。例えばこちらなんかはそろばんですよね。そろばんが壁中に無限に続いているように配置されてました。これ面白いよな。私たち人間はつい物の見方が凝り固まってしまったり、こうに決まってる、こうあるべきみたいになってしまいがちなところがあると思うんです。けどこの展覧会にいると、そろばん以外にもこんな作品があったり、本来の意味を完全には壊していないけど、ちょっとずれた感じがすごく面白いです。なんかこうワクワクするような展覧会でした。さて、いよいよ最後です。2024年、私の心を動かしたアート12個目はこちら。内藤玲さんの生まれておいで、生きておいで。派手で見栄えの良いアートが映える背景として SNS で消費されるこの現代に、この展覧会は小さな作品や遠くにかすかに見える作品が点々と並んで、しかも撮影 NG。 それでもいい、それが良いと思える内容でした。これ撮影しても SNS 投稿しても、それって全然意味がないからです。地上に存在することはそれ自体祝福であるのか、これを一貫した問いとして作家活動を続けてきた内藤さん。この展覧会は日々見過ごしがちなささやかな事物や情景、現象を体験する本当に素敵な機会でした。会場が2つあるうち、私が見たのは銀座メゾンエルメス。自然光と都市のネオンがガラスブロックの壁を通して差し込む近代的な空間の中に、カラフルなポンポンや透明な風船、あるいはガラス瓶などが点々と配置されて、何がどれがアートなのかとちょっと戸惑うような空間です。小さなかすかな作品を作品リストとマップをもとに探して、眺めて、観察して、なんだかその後の日常風景が違って見えるような、そんな体験でした。この銀座メゾンエルメス、とても好きなギャラリーで、ハイブランドのエルメスのビルにあるんですけれど、いつも尖った展覧会やるんでとても好きです。はい、2024年に私の心を揺さぶられた現代アート12選紹介してきました。あなたの心に響くアートあったでしょうか？ぜひコメント欄なんかで教えてもらえると嬉しいです。実際もっといろいろ他にもたくさんありましたけれども、無理やり絞って、10点にどうしてもまとめられず12点選びました。個人的には割と
有名な展覧会がほとんどになってしまって、もうちょっとなんか尖った選出ができたらなと思っていたんですが、結局こうなりました。今後も年1000点のレベルでアート巡りをしつつ、それを Vlog で紹介していきますので、ぜひチャンネル登録して一緒に楽しんでもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。